皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今年もですね、日頃のご愛顧に感謝してプレゼント企画やりたいと思っていますが、あとですね、去年と同じように1日漁をして取れた分全部5名様に小分けしてプレゼントしたいと思います。概要欄にですね、下の概要欄に自分のアドレスを貼っておきますので、できればですね、ダイレクトメールかなんかで応募していただいた方が連絡が取れやすいので助かりますので、このチャンネルはですね、45歳以上インスタがちょっとわからないという方がいらっしゃったらコメント欄でも結構ですので、もし食べたいなと思う方がいらっしゃったらぜひご応募してください。抽選はですね、また動画でやりますので、これは10月末ぐらいに動画があると思うんですけど、今はですね、まだカニに席が入っておりませんので、カニに席が入ったら最低でも1つは2名のカニをお付けして当選された5名様にプレゼント。ではこの辺から漕ぎながらあちらに向けていきたいと思います。結構もっこりしてますね。イラかもしれません。何回か前の動画の時にイラゾーン漕いだらチヌが結構いたんで、ちょっと漕ぎながら行ってみようと思ったんですけど、チヌ見えてるけどエイも見えてますね。あの時はエイいなかったですけど、エイが寄ってきてます。なんか餌があるんでしょうね。これ素晴らしい。なんか餌があるんでしょうね、ここに。あの時はいなかったですけどね。うわー、チヌとハモなんですけどエイがおるみたいな。かなりいるんで、こういういいおかずまでいますし、やってもいいですけどね。処理が大変ですよね。チヌがこんなにいるんならやってもいいですけど、あと他なんでシャーシャー10枚ぐらい見えてます。でももう今年のことにはならんでしょう、これ。まあ漕ぎながらかわします。俺は腰が折れると言いながら、またしてもチヌゾーンへ行ってしまう俺でした。魚の気配ないっす。ガサだけはありますけど、ないかな。何匹いたんでしょうかね。1、2、3、4、5、6、7、8。学年代わりしてるんで春ほど大きくないですけど、13か。お、チヌ落としてしまいました。こっちは結構見えてますね。もうチヌ寄ってる、このいらんところに。もう何匹かさえ分かりませんけど、ゲタもさっきも言いましたけど、また言いましたね。いやー、これ見たらまた U ターンしたくなりますけど、チヌですし、体が持たんから、やっぱり他のところ行きます。2回チヌたくさん見れたんで。あ、カニ嬉しい。ゴンボだけど嬉しい。チヌ2回見れたんでよしとします。こっちもいたしね。よいしょ、こっちが嬉しい。ちょっと沖側へ行ってみましょう。小川だったとこやってみます。
行く道中の網ですけど、こっち見えてますね。しかも1キロ超え、これは落ちそうですけど、なんとかなるかな。取り込みたいですね、あれ、なんとか落とさず。カニ。落ちた。やばー。やばいやばい。過去まで。なんと片網だけでこれはすごいですね。カニがいるじゃないですか。それびっくり。本のシャーシャはちょっとダメかな。これはちょっともうリリースしときましょう。ギリギリアウトぐらい。もうでも面は色がいい。これ普通面の方が遅いですけど、シャーシャじゃない。多分去年のカニなんでいいんでしょうね。ではちょっともう一回上げてみましょう。濃いだけど多分見えなかったんで、もう入ってないと思います。もう一匹いましたね。これはなんか拾えそうですね。15センチありそう。シャーシャーですけど、でもちょっとダメか。闇にしときましょう。おい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 、これは秋らしくなってきましたね、一気に。でもこれは拾える。台湾はちょっとアウト。寄島ではこの黒色が出たもアウトなんですよね。いくらここが硬くても。ほい。いやでもこれはちょっとどうしよう。U ターンでしょうね。ちょっと U ターンしてみます。ちょっとですね、なんやかんやいたんで、この大凧もちょっとキープ。もう一匹いたら棚になるんでキープしときます。成功確率の少ない U ターンやってみます。これだけなんやかんやいたらやめて。だから小エビも見えてますし、本当に秋らしくなりましたね。一気に海の底が変わった感じです。傘がないのに魚は入ってますね。これどうしたことか。こっち来ました。ナイス。2本も来ましたね。これはない。これは小さすぎです。よいしょ。ちょっと傘を嫌って綱を締めすぎたかなと思ったんですけど、なんとかいいように来てくれたようですね。いやー、水温下がるだけでこんないい網を拾えます。完全に進行ですけど拾えます。水温下がったらこういうもんも出てきますね。ほんまに車いっぱいあるし、素晴らしい。これはなんかでもちょっとアウト。ちょっと驚きの網ですね。綱締めすぎたかなと思ったんですけど、潮小さいから綱締めてもこう道具飛ばなかったんですよね。夏だといくら頑張ってもいい時間帯でもこんな入らないですけど、水温下がって今日25度ぐらいですけど、この間も市場いましたが、ついにヒラメが出てきました。めっちゃいい。とりあえず第1弾持っていって、それから散るんですね。ちょっとだけね移動してみました。神へ。おろし。うわ、すごい。
でかいですけど、こっちの方がいい。これ入ったばっかりでしょ。めちゃくちゃ綺麗。これも久しぶりに見ましたね。夏の魚なんですけど、あんまり水温高いと苦手なんでしょうね、こいつも。しかしヒラメにカニにハモにチヌにカニに、これどうかな。でもちょっとダメだな。もうちょっとでもダメだったらもうダメなんですよね。カニもおるし、本当にちょっと先にこれを持って行ってきます。よいしょ。これほど取れたらちょっと汗だくになります。よいしょ。まだもう片網残ってますけど、9月にやってたとこと同じとこやってるんですけど、拾えるし。ではですね、いい時間になりましたので、ちょっと沖へもう網上げて飛ばして走っていきます。何度か紹介してるんですけど、日本昔話で一遍紹介された飛釈島っていうのがあるんですよね。死人が船頭の足をさばると言われてるところなんですけど、自分も一度そこで落ちたことあります。足さばられたんでしょう。到着しましたので網をつけます。ここも難所中の難所です。もう何度網が上がらなくなって網を切って中を取り出したことか、何度天秤座を曲げたことかも数えきれません。通りましたね。網もなんか重たそうには見えません。傘は何でしょうか。網はスポンジですね。これ入ったら魚入らないですよね、やっぱり。あんまり網の目を潰しちゃうんで。通るのは通りましたけど、これではあんまり魅力がないですね。こんな感じでは魚は入らんでしょう。もっといた場所の方が良さそうですね。チヌがちょっといけすが持つかどうかが問題ですけど、他の現場もやってみながら、いなかったらチヌのところに戻ります。船止まってしまいました。バックで待つしかありません。こういうとこなんでしょっちゅうです。曲がらずに上がってきてほしい。恐る恐る。曲がってない。網が帰ってきただけ。もうこれぐらいならラッキーです。どうせ何も入ってないでしょうけど、一応撮影しておきます。ですね、移動しましょう。通ることが分かっただけでもよかったです。網を上げて走って沖に行きましたが、今度は漕ぎながら帰ってます。船進まなくなったんで上げてみましたけど、やっぱ漕ぎながらは無理ですね。小川っす。上がるかな。だいぶ軽くなりましたけど、なんかちょっとでも小川じゃないっぽい。浮いてますもんね。スポンジですかね。スポンジと小川綿が一緒に入ってるのかもしれません。
ただやっちゃった感がすごいですね。網がワヤです。もううわー、これこっから先が入らんくなるな。そしておー、でもこっちおった。それと黒エビがすごい、ちょっと見えにくいでしょうけど、1本4本5本7本まだ出てきました。いけるかなこいつ。片網8本とこっちはまあまあ、あ、まだいった。9本。ただこっちが大したことない。1本。うわー、デカニシ。デカニシいるんすね。こっちは3本4本。イラゾーンへ帰ってきましたけど、どうでしょうか。前半ほどいるかどうかはちょっと分かりません。もう潮変わってますんで。でも前半ほどはいませんね。でもちょっと擦れちゃってますね。なんかいいもんがいました。はい、珍しい。おかずにしようかな。ブリブリですね。おお、嬉しいけどもうこれはダメでしょうな。締めようかな。すごい傘。もうあったかい時は今年はもうヒラメおらんのかなと思いますけど、やっぱ涼しくなったら出てくるんですね。2ついました。2つぐっとすぎる。では一生懸命釣り拾いましょう。クーラーの中は何もおりまへん。今日はゲタおりまへん。でもチヌ多めです。ちょっと丘やったんで。あ、本当だ、チヌがあるね。いや、スイス州になったらちょっと海変わりましたね。驚くほどに。何？シャーシャーもなんかめっちゃ出てきたらしい。やっぱでもちっちゃい？ちっちゃい。間に合いそうにもありまへん。前半はめっちゃ良かったんですけど、後半ちょっと冒険してそれが大失敗でした。失敗かい？で前半のところに戻ったんだけど、やっぱり酔いの口ぐらいはおらんかったな。登り潮の方が良かったかもしれん、他の方。まあでもいいですよ。なんかあんまり海がなんかヒラメなんか取ったりして。ヒラメがおったなあ。生きてるかな、それなりに。出てくる。ギリギリですな。こちらもいいですよ。おお、ほんまじゃおるな。車で行かなくて。あ、でもそっちそう。黒エビです。はい。黒エビです。ほんまじゃな、車エビ。こっちこに。来た。食べました。大きいのはいませんけど、あんまり。まあでもいいんじゃないでしょうか。はい。はい。で今日は。はい。直売所の日やん。そろそろイワシがあるかもしれんので、生のイワシがあったら買ってきてください。はい。あったらね。あったらね。よろしく。はい。皆さん今日もお疲れ様です。お祭りシーズンですね。五穀米でこれです。今日はどんな材料はハリイカ出てきましたね。なんか水温下がったら一気に秋っぽくなりまして、海の底がちょっと変わった感じですね。シャーシャーガネとかやっぱり黒エビを見たらもう秋って感じがしますね。黒エビもこの間までこんなんだったんですけど、あっという間にこんなになりまして、早いっすね本当に。で直売所でイジポンママが直売所のバンタをしてるんですが、やっぱり秋といったらイワシでしょう。
これに勝る刺身があるんかなと思うぐらいイワシ大好きですね。これめんどくさそうに見えるでしょ、こしらえるの。実はですね、めんどくさいんですよ。手でやってますけどね。いただきます。では、うまっ、やばいやばい。うわ、イワシうまっ。イワシってね、舐められてますよね。なんかちょっと、でもこれ魚の中で一番じゃないかな。こちらはハリイカ。ハリイカもあっという間に大きくなりまして、これぐらいになりましたね。もう今はハリイカは美味しいですが、まあいつもの味です。やっぱりイワシが最高です。皆さん直売所に行って生のイワシがあったらチャンスですよ。ぜひ買ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。